意外と結構センシティブなインサイダーインフォメーションがあってできない。あれマジやめてほしいよね。2年ぐらいは自分の休暇のホテル代とか自分で払ってない。コンサルの偉い人ってただのすごいおじなんだ。結構現場では邪魔者扱いされる、結構泥臭いというかしょうもないけど絶対にやらないといけないタスクっていうのが散りばめられてる、俺ゼロで入社したわけ。俺いまだに母親俺のこと詐欺師だと思う皆さんこんにちは。今日は僕たちが BCG とベインで入ってガチで驚いたこと10選というテーマで話をしていきたいと思います。私は元 BCG のトニーで、元ベインのりょうすけです。よろしくお願いします。俺の場合一番びっくりしたのが、俺会計知識ゼロで入社したわけで、めちゃくちゃ不安だったんだけど、もう PL とか、そもそも PL って何っていう状態で三大商標とかもう全然読めなかったし、そのまま入社してすごい心配してたんだけど、意外と大丈夫だった。で、周りにも知らない人多くて、専門知識ない状態で入社する人って多くない？俺の場合単純に勉強大学したから、経営学と情報システム経営だったから IT 的な、その前に俺一回仕事やってるし、でそれが ERP の導入コンサルだったからさ、めっちゃ会計やってたのよ。俺のイメージ的には涼介みたいな人がコンサルになるっていうイメージだったんだけど、俺なんかもう政治学専攻でビジネス一回もやったことないです。そっち系のインターンシップもなかったですっていう状態で、はい、じゃあこの Fortune 500カンパニーの組織戦略の組み立てを頼みますって言われて、はって組織戦略とか聞いたことないわなんだこっちゃいや確かにさ、ベイン東京オフィスに少なくともボスキャリで内定もらうと、一番最初に15冊ぐらいの本送られてくるの。その中にはその会計101みたいな、でも読んでねえだろみんなそれ。でもね、真面目な人がおったから読んでた人は半分ぐらいいた。マジで？読んでなかった人も半分ぐらいいたでも読んでない人もちゃんとパフォームできてるわけでしょ。そうだから入ってる瞬間には別に必要なくて、やってるうちに必要になるけど、入るのに前提条件として必要ですかっていうとそうではない。もうコンサルティングのネイチャーというか本質って、いかに専門知識を持ってその専門知識をクライアントに教えられますかって話じゃなくて、専門知識を持って20年30年以上その業界でやってきた人たちが解けない問題をどう解けますかっていうのをやるのが仕事で、ってことは業界知識は向こうからもらうとか基礎があればよくて、新しい業界3ヶ月ごとに入った時にその中で最も本質的に大事なものなんですかっていうのを最初の1週間以内に理解して問いを答えていくっていうプロセスをどんどん前に進められますかっていうのが、コンサルティングファームの価値だから、専門知識を持っているっていうことにそもそも大きな価値を見出してないっていうのはなんでなくても大丈夫なのかっていう、背景としてはあるよね。確かにね。逆にその20年ぐらいの経験があったらさ、新しい答えを生み出すのに障害になる場合もあったりして固まってるからね。それも思った。会計知識もそうなんだけど、業界知識マジでないよね確かにね。なんか業界知識、そのジュニアレベルじゃなくてもある程度シニアパートナーになると結構自分のこの業界を、10年とか5年とか少なくともやってますだから、なんかもう何十社見てきましたって人いるけど、多分シニマネぐらいだとようやく、ベインだと結構そのインダストリースペシャライゼーション決めるの遅いのよ。シニマネぐらいから決め始めるんだけど、そのシニマネってその業界にようやく乗り込もうとしてるぐらいなわけで、だからその業界のケース3つ目みたいな人とかの可能性もあるわけやばいね。でも過去に昔10年頃やって、なんか面白かったし興味あるからそっちに行きたいですってようやく決めて、でじゃあその業界のシニマネとしてしっかりやっていきましょう。コンサルティングライフの中でそのインダストリー3つ目ぐらいでシニマネの可能性もあるわけよ。なるほどね。そうなったら合計で6ヶ月しかやってないからさ、ノレッジなんてたかが知れてるじゃんでもなんかこの業界のエキスパートですみたいになってクライアントのさ CD 営業資料にもさインダストリーエキスパートって書くじゃんでも対外的には確かにその知識持ってますっていうので、もちろん喋れることはいっぱいあるけど、2ケースやってればちゃんと分かってるんだなっていうのを基礎レベルは理解してるから、結構ニッチなところは結構深掘りもしてて、意外とねそのナローな範囲内ではエキスパートの場合もあるし。そうある。でも一方ではちゃんと持ってないけども持ってる風にして
でその価値を出してる、それで成り立つんだなっていうのはさっき言ったそのエキスパートインタビューでさ、結局業界知識は外から借りてくる、まあ、外もあるし、あと社内のエキスパート、結局例えば BCG がケースするときは我々はこういうケースをめっちゃやってますで、その業界のエキスパーティーズが多いですって言ってるけど、一応ファームレベルでは合ってる話で、世界のどっかではこのケースをモロッコで やったことありますみたいなのがあるんだけど、ファームレベル全世界で見るとね、個々のシニマネのエキスパーティーズは結構浅いかもしれない、でもそのシニアパートナー層は実際の30年この業界のコンサルやってますっていう人いるし、でそれを全世界レベルで見たら結構いるわけ、あとファームに常駐してるシニアアドバイザーとかもいて、で彼らが常駐してるってことはそのファーム単位で見ると確かに業界エキスパートはいるけど、実際そのケースにスタッフィングされるシニマネがその業界に対する本当のエキスパートなのかは、俺らAC の頃はそう思ってたかもしれないけどでも AC の頃でも一緒に教科書とか見てたからなんかそれこそだって俺あんまそういうのやらない方だったけど、金曜日とか木曜日にスタッフィングされました、新しいケースが始まる前に本屋さんに行って業界知識の基礎みたいなやつを5冊ぐらい読んでバーって全部読んで月曜レッツゴーって言ってる人がいたもん。すごいな。でもちゃんと読んでるんだね。いるなんか真面目にさちゃんとやってる、そこ AC でもやってる人いたよ。すごい AC でやってる人はすごいな。 AC でやってる人、そう今回もこんなんかなんかそれこそなんか同じケースでやってるやつがいて、でその本貸してもらったもん何それ面白そうとか言って読んだでパラパラ俺なんか BCG では KN って言ってノレッジネットワーク、社内の Google みたいなやつがあって、まあ、そこでまあ似たようなケースのデックを 2,3 個ぐらい読んで、それもパパッと読んで、いやまあそれはさ俺も読んで、そのぐらい読んでね、それでね一問一答されてもう全然わかりませんWho are the top players in this industry みたいな、I don't know みたいなでそうだから俺が学部の頃親にちょっとコンサルやってみますって母親に伝えたら、お前が何コンサルすんのお前何知ってんので実際涼介はどうだった？親の反応って。俺いまだに母親俺のこと詐欺師だと思うなんか日本だとさそのコンサル、なんちゃらコンサルの人が捕まりましたみたいなさニュースとかよくあるわけよね。コンサルって資格の必要ないプロフェッションじゃん、だから、まあ、誰でも要はなんちゃらコンサルって名乗れちゃうから、怪しい人も確かに世の中にいっぱいいるわけよ一応なんか世界三大ファームだよとか説明してもいまだに多分ね怪しいものを売って大金を稼いでるって思われてるね、そんな美味しい給料なんでもらえるのみたいな。そうまあクライアントもね、だからよくコンサルの業界のことを知らない人ってそう思ってる人いるかもね、何にこんな高い金払ってんだみたいな。若造が23歳の若造がやってきて、いや本当これがいいと思いますとか言って、お前が何を知ってるんだってね、思うからね。クライアントと結構密着してされるケースとかあるじゃん、でそういう時に高学歴でコンサルがどういう仕事っていうことをちゃんと知ってる人がいたら、もしくは元コンサルの戦略チームめっちゃ楽なんだけど、そうじゃなくてなんかミドルマネージャー級の40歳のおっさんと一緒に働かないといけない時とか、もうめちゃくちゃその彼の信頼を得るための最初の1ヶ月がしんどくて、俺は試されてる気がして、ケース中に、こいつと話すのって俺の時間の価値あるのかっていう、怪しい目線で1ヶ月間ずっと頑張ってぐらいだったから、それはねあるあるだね。基本的に発注者と作業者が違うパターンのが多いじゃん。確かに俺らの MBB だと要は CXO 一番トップ層がいて、でその人たちは報告は受けるんだけど、実際に作業するのは1か2か3レイヤー下の人たちじゃん。でそれこそ組織改変だと結構そのミドルマネージャーまで遡って、でその人たちとやって、でまた上に上げて上に上げてってことやったの。この人たちはさ、なんだこいつらみたいな知らねえやつがいて口出していくぞみたいなってなって、マジで邪魔者扱いされる。その次のポイントにつながると思うんだけど、結構現場では邪魔者扱いされることあるよね、あるある。まさに今言った話で、彼らは俺らの対面で、経営企画部の人とか日本だとね多いんだけど、そうじゃなくて実際の実務をしている人たちの協力を得てやらなきゃいけないケースでもよくあるわけよ。例えばデータを出してくださいとか、組織改変するからそれぞれのチームに行って今の作業内容を教えてくださいとか、ってなった時に彼らはその 100% の時間を使って彼らの実務をやってるわけじゃん。それに追加して
仕事を依頼されてどこの誰だかも分かんないやつに場合によってはさ作業量を教えてくださいってさ自分の部署の首を飛ばすかもしれないみたいな手助けをしなきゃいけないじゃん、怖いよね。でそうなると彼らとしてはなんかそもそも仕事はエクストラだし、ネガティブに働くかもしれないっていうのもあって、さらにそのクソ若造がみたいなパターンもあるわけで、そのあんまりこういい印象を持ってない人だと。であった時に大体は疎まれて時間取らないとか、そうだね、もっと整理してから来いみたいになって、クライアントからも詰められ上司からも詰められその真ん中つらいよね。データリクエスト、2週間前に出したのにいくら催促しても、ね、出してこないとか、わざと、ね、あるある。もう邪魔扱い以上になんか妨害されるっていう感じ。なんかちょっとそれでいくと、思っていた以上にやっぱ泥臭いことやるパターンもあって、向こうにタスクを押し付けられないから、俺らってその高級外注じゃん、だから彼らがやりたくないやれない仕事をこっちになるべく引き取るみたいなのがあって、だからデータリクエストしても向こうはもうあるものを送ってくるわけよ。どんなにその壊れたローデータでも送ってきて、こっちがきれいにしなきゃいけないみたいな。データ関連のまずきれいにするっていうのと、それを整理するっていうタスクがあるんだけど、データくださいっつって、その過去のこのいろんなファイナンシャルのなんかやつをくださいって言って、はいって言って送られてきたのが PDF を印刷したバインダーをボンって渡されてやべえな、これ AI なしでしょ。その俺が行った時だから、もう CR とかまだ微妙だったから、いや試してみたんだけど全然ダメで、しかもその元データないんですかとか言っても全部出てこなくて、出てきたやつもその Excel じゃなくて PDF なの。マジで？だからそれも読み込めなくて、だから俺それをカタ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 って AC2 人ぐらいで入力して、だからそういうのも実はキラキラしてるように見えて、労働時間長いのはなんかタスクがすごいいっぱいあるからっていうのもあるんだけど、そのタスクの中には結構泥臭いというか、しょうもないけど絶対にやらないといけないタスクっていうのが散りばめられてる、コンサルの仕事ってたまにすっごい大事だけど誰もやりたくない仕事があるんだよね。で特に難しくはないけどミスっちゃダメで、誰か本当責任感持ってやんないといけない。この PDF を Excel に移す作業とか、なんか社内の誰かさんに任すのが怖い、だから BCG に任したら、変なタイプとかないでしょっていう、その信頼感で専門知識のない新卒を2人ぐらいこれやらせる。同じ路線でちょっと面白話、俺一回ケースでやったのが、海岸沿いにあるタンクあるじゃん、タンクのデータを集めなきゃいけなくて、データ一部あるんだけどコンプリートデータじゃないわけ、だからここのその港のデータが足りないみたいになった時に、なんかオプションが何個かあったんだけど、1個のオプションが Google マップの空からの写真あるじゃん、あれの写真を何時何分に撮られてるから影が何メートルできててでその影が何メートルってことは、このタンクの高さがこれで横のサイズがこれで、だから何リッター分入るねみたいな計算をするみたいな。すげえなんか CIA っぽいそうとか、なんか同じ路線で、クライアント側が人を派遣するよみたいな提案してきて、タンクの出入り口のところに人一人置いて、このトラック出てくじゃん、何リッター入るみたいな、でトラックが1日何台出入りしてるかカウントして掛け算するみたいな、それで測ろうみたいなとこも出てきたりして、なるほど、ね、結構なんかありとあらゆる手段で、その必要なデータを集めようみたいな泥臭ワークが出てきた話とかもあって、なんか泥臭フェルミ推定だねこれ。そうローデータがどこにもないからどうにかして計算するっていう、なんか仕事の話でいくと、知ってたけど入って本当にそうなんだって思ったのは、やってるケースの規模というか重要度本当に高いんだ、入って知ったよね。確かにね、一部のケースは本当でかいよね。そう基本的にだからさ、コンフィデンシャルじゃん、クライアントネームって。だから本当にどこのケースをやってるのか中に入って、その社員になりますのコンフィデンシャルアグリーメントをやってないと見れないから、大事なことやってるんだなとか言ったりするし、たまになんかパブリックインフォメーションあったり、また不祥事でも表に出てきたりで知るけど、基本的に知らない中で実際にやってみると、なんか俺とかもやったケースが新聞の一面飾ったりして、今の人の新聞撮ってたりするんだけど、おおやったみたいなそれはなんか入ってみて本当にそうなんだっていうのを感じたよね。俺は仕事の大きさも大きさなんだけど、社内でこれ大きい案件いっぱいあるじゃん、でこの会社のこの案件とこの会社の競合のこの会社の案件を一緒にやっていいっすかみたいな感じの疑問はあったんだけど、これ絶対内部で話してるでしょっていう疑問あったんだけど、実際アメリカではチャイニーズウォールって言って日本もあったよ。そのチャイニーズウォールって
意外と守られてる。すっごい守られてる、いや本当にいい仕事の誠実さが、本当にハイレベルだなって思って、同じ時期に競合2社のプロジェクトを走ったことがあって、チャイニーズウォール東京オフィスで敷くってなって、もう両チームウォールームとその特別室みたいなの作って、ちゃんとオフィスの端っこと端っこに室やって、でもこのチーム同士は基本話さないでくれる。そうだよね。その友達でも基本的にもう話さないでくれみたいな、っていうのをちゃんとガチでやってた。俺は最初は公式にはEメールとかもちろん使わないだろうと思ったんだけど、オフラインでは話すのかなと思ったんだけど、本当に話してないね。確かにね、あれすごいよね、真面目にやってんだなんかクライアントでかいとさ、もちろん表に出た時にすげえとかなってるし、やってる時もなんかすごい大事なんだみたいなのを感じるんだけど、感じた瞬間でいくと、俺なんかエクセル担当やってた時があった、0,1 個間違って足しちゃったの。その時のケースの0を1個間違えるとインパクトがなんか数十億とかだったの。コンサルタントの本当にタイプポチンで数十億じゃコストとかなんか何か違いますみたいになったらとんでもないじゃん、で出す前に気づけて直したからよかったんだけど、緊張感走るよね、だからベインでもゼロデフェクトって非常に大事だよね、本当に0,1 個で方向性が全く変わっちゃうじゃん、俺も実際多分日本国内で新聞一面のニュースになった案件の PMI をアメリカの方でやってて、でその会社の子会社とブランドがで毎週その子会社の CEO たち、子会社じゃないそのブランドの CEO たちと会ってワークショップして、で裏陰ではどの CEO をこれからフェーズアウトするかとか、本当のその会社レベル CEO と話したりして、本当に我々の仕事と会話によって会社のトップ層が完全に変わる、で超敏感な案件とかもやってたんで、ハイステークだね。そうめちゃくちゃハイステークで、俺は一応その会話リードはもちろんしてない、けどルームに一緒にいて議事録からで実際そのスライドレコメンデーションとかアナリシスは俺がやってて、誰も実際あんまそんなチェックしてなかった内容をもちろんメイクセンスするかはチェックするよ、ハイレベル、ただそのデータソースとかロジックだけチェックしたら信頼されてるっていうところがすごい責任感を感じるようになって、高いプロフェッショナリズム意識ないとこの仕事できないなと思った。でここまでは仕事のギャップについて話してきたけど、ここからはお金の話。でも給料以外の、給料は他の動画でもいろいろカバーされてるし、我々も前のビデオでそのアメリカと日本のギャップのビデオとかで話したと思うけど、に対してはこれちょっと見てください。見てください。ここからはちょっと給料以外の福利厚生などの他の動画でカバーされてないオフレコ話をしていきたいと思うんだけど、まずね、僕は入社する前に知らなかったのが、そのプロジェクトはでかいじゃん、でそうなると結構センシティブなインサイダーインフォメーションがあって、株の取引ができない。あれマジやめてほしいよね、でもやめちゃいけないよね。やめちゃいけないんだけど個人的感想としては、やめてほしい。いや俺さ、自動運転の戦略やってたわけ、19年度 BCG で、ですっごいエンビディアが買いたかった。で買えなかった。今ね、19年のエンビディアその時買ってたらさ、いやもう YouTube やってないかもしれない。スタートアップなんかやってないかもしれない。やってないかもしれない。でももちろんケースやってたから投資したいと思ってたきっかけになったのはあるから、多分ケースやってなかったら買ってないと思うから変わんないんだけど、本当にその内部の情報とかいっぱい持ってるからさ、個々の株投資で儲かるっていうのはもうできない。これ一応説明しておくと、コンサルティングファームに入るとできないのは個別株の投資ができないですね。でそれはその会社としてインサイダー情報いっぱい持ってるから。ただその投資信託とか、S&P とか、インデックスは買えますっていうのが線引きで、個別株さ、しかも自分が関わったケースだけじゃなくて、ベイン&カンパニーとしてクライアントに持った会社が個別株でできなくて、それが週次で今週の追加クライアントはこの人たちですって言って、毎週もうこの人たちの株取引しちゃダメだよっていうのが週次で送られてくる、でだから逆に今までクライアントじゃなくて持ってました、買ってましたってなった時に売っちゃいけないのね。そうなるともう永遠にホールドしなきゃいけなくてでなんか一応時効があるらしいんだけど、そのクライアントになってからクライアント終わって、でクライアント終わってから数年なのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、なった後に会社をリストから外れましたってリストもあるわけ、でも、少なくとも数年間は売れないわけよ、だから個別株持ってると売れないリスクがあって、だから買うこともやっぱその買えたとしてもいつクライアントになるか分かんないからためらう。俺もだからさ、入社する前にいろいろ持ってたわけ
で売れなくなっちゃって、でもそれのおかげで結構上がったんで好景気の時でよかったねそうこうなってたらもう損切りさせてくれってなってたかもしれないけど、その一応個別株の取引もできるけど、そのリストを毎回チェックするのもめんどくさいし、だからもう忘れちゃって生きた方がいい。そこはでも意外だったね。知らなかった。俺も知らなかった。あと僕びっくりしたのがエクスペンスポリシーマジやばくないあれありがたいよね、もうどっから始めたらいいんだろう。まずは、日本の話からしよう。日本だとやっぱね、基本的に移動が全てタクシーになる、会社経費で。これもなんか、明確な理由があって、全部なんか理由が背景にあるんだけど、タクシーに関しては俺らが電車を取ることによって移動時間が20分超えた時の時給計算をした時にどう考えてもタクシーの方が安いっていう計算になるから、タクシーは一応経費として全部落ちるよね、全ての移動が。でただエクスペクテーションとしてタクシー乗ってる間仕事だからお前仕事しろよってなって、タクシー乗ってこうゆったりしてたら大体怒られてちょっとスライド作れみたいな話になるかずっとチームメンバーとか上司とか乗ってるから、その間も仕事の話はもちろん当然のようにするっていうエクスペクテーションがある。確かに、あとクライアントのコンフィデンシャル情報とかあるからさ、地下鉄でそれラップトップ開けて仕事してるとダメじゃん。そう見えちゃうから、ね、ちゃんと理由は一応あるんだよね。でもポイントもあるよね実は。エクスペンスが全部自分のクレジットカードで決算して、後で建て替え方式だから、オプションある。コーポレートクレジットも使ってもいいし、俺らもなんかそのグリーンアメックスかなんかもらったんだけど、ポイント欲しいから誰も使わない使うやつはいなくてあれでも死ぬほどたまるもんね。いや本当だね。特にね、そっちはその飛行機とホテルがあるから余計たまるんだろうけど、いやもう何重重ねてさ、まずそのエクスペンスのクレジットカードが、例えばチェイスサファイアリザーブで 3% たまります。でプラスその飛行機のマイルがまたたまって、ホテルのポイントがたまって、でなんか謎のメンバーシップの30のポイントベネフィットがあって、俺コンサルやってからコンサル中コンサル後多分2年ぐらいは自分の休暇のホテル代とか自分で払ってない。いいよなそれ、そこまでたまんなかったわ出張になるとね、そのエクスペンスの桁が違うからなる。あとは、東京オフィスは夜8時以降まで仕事してると夜ご飯代が出るの。いいね。日本オフィスだと毎日2000円かなしか出るの。今ちょっと上がってると思う多分。その時もなんか当時マッキンゼーが確か3000円とかで上げてくれよみたいな嘆願したんだけど、で当時俺がいた時は2000円だから、で当然のように毎日8時以降払うから働いてるから毎日2000円もらえるわけよ。なんか食費がランチでも使ったりするから本当ダメなんだけどでだから結局実質ほぼ手出しなしみたいな毎日のご飯代が、仕事を、何もディストラクションなしで本当に自分のバンドウィッツの 100% 仕事に集中できる環境をエクスペンスポリシーで作ってくれる、全てのロジックは我々の時給に換算したらメイクセンスするっていうロジックでやってるけど、ご飯系あれだよね。ケースチームディナーってチームでご飯に単純に行くだけのやつなんですけど、あれが忙しいケースだとそんなに行けなかったりする。月に1回とか下手したら2ヶ月に1回とかなっちゃうけど、ちょっと余裕のあるケースだとなんか1週間に1回とか行ったりするじゃん、すごい余裕のある時とか、となるとそれもどこまでの偉い人が同席してるかで価格帯が変わるんだけど、結構いいご飯食えんのよ。いや本当にね。だから会社の金で週に1回チームでなんかワイワイガヤガヤしながら美味しいご飯食べて美味しいお酒飲んでイエーイっていう。いや俺もだからそういうケースチームディナーがあったからあんまね普段外食したいって思わなくなった、もうケースチームディナーでよくて、自分スタッフィングされてない時とか休んでる時週末とかは逆にちょっとヘルシーなサラダ食べたいことになって、あとアメリカの場合エクスペンスポリシーだと20ドル以下はレシートいらない。そうだよね、それアメリカオフィスマジいいなと思ってた。いやもう本当助かるよそれ。そこは信頼されてて、そういう細かい領収書エクスペンスポリシーやるんだったら仕事しないさいっていう感じで、東京の場合ちょっと税制の問題だから寛容さじゃなくて、ちゃんとレシートをフィジカルなもの残しとかなきゃいけない、ガバメントのリクエアメントだから、いやそれマジうざかった。俺日本来てカルチャーショックがインターンシップでね、個々のレシートをノリで紙に貼るこの過程がもうあれはでも俺が入社した時にもうなくなってたよ。なくなったんだ。
いや俺毎週インターンシップの時に毎週の金曜日それやっててバカバカしいなって思ってこれいやそうだよね。もうあれはでも俺の行った時にはもうなくなってた、あそうなんだ、そうなんだ。写真、あと BCG アメリカの場合はバジェットがないの、その上限がフォーマルのバジェットがない。そのケイシチームディナーのケイシチームディナーじゃなくてケイシチームディナーもない多分ないと思うけど、個々のディナーもああそうなんだ。そう俺が例えば$100のディナー食べたいですって言ったら一応ポリシー的には大丈夫。いいな、だからみんな仕事頑張ってるからさ、普通のだから$30ぐらいの超プレミアムサラダぐらい頼んで食べてるけど、たまにねちょっとケースに対して怒りを感じるときはちょっと T ボーンステーキ配達で頼んじゃうみたいな俺らも同じぐらい頑張ってたと思うんだけどそうで一応なんかその PL とかプリンシパルとか一応全部見れるんだけど、自分らでも分かってて、このケースちょっとねみんな無理させたなって思ったらまあいっかみたいな感じで、それでねやめないでくれるんだったら儲けもんだから会社としては面白いよね。一応構造を説明しとく。このエクスペンスポリシーのコンサルティングファームがお客さんにチャージするときって、合計いくら払いますっていう金額があって、これがちゃんと足し算でもともと人件費部分みたいな部分と、それにこの X%、この人件費の X% がエクスペンス枠としてこのガチャンって入ってるわけ。そうだね。でこのエクスペンス枠の中で我々は勝手にやりくりしますよっていう契約のもと、もうお客さんにはチャージしてて、でこのエクスペンス枠には今話したその飲み食いみたいな話ももちろんあるんだけど、なんかそれ以外にもそのエキスパートインタビュー1時間5万円みたいな払わなきゃいけないとか、サーベイでなんか何万人するときに70万何百万人から払いますよみたいな、でそれもこう込み込みでエクスペンス枠ね、入ってる一個一個のなんか$30の美味しいサラダをお客さんに食ったんでお願いしますってやるってよりも、もうこの枠でもらっといて、その中で我々勝手にやりくりしてるっていうのは構造としてありますよっていうだけちょっと説明しておきたかったな。あと全てのこういうポリシーの構造のロジックは、仕事が 100% のユーティライゼーションでできるようにする環境を作るために、ちゃんと理由があって作られているポリシーだとあるよね。そうね。でそもそもいくらなんでそんな高い金チャージしてるんだって説明もしてるので、興味ある方こちらどうぞそうですね、ご覧ください。今俺が同期で入った人たちって、なんかシニマネとかアソパとかもうそろそろパートナーになりそうな人とかもいるわけ、ね、そういう年頃ですね今でそれを見てると、シニマネとか、コンサルの偉い人ってただのすごいタフでちょっとだけ頭いいおじなんだなってことに気づいて、なんかもちろん頭いいし仕事できるし、その結構辛い時期をコンサルタントとして生き延びたから、いろんな能力とかいろんなことできるのはそうなんだけど、なんか入社した時ってさ AC とかで入ると雲の上の人みたいな、神だったね、すげえなこいつ、こいつらの言ってること正しいんだみたいな分かってんだこいつら答えみたいな思って、なんかシニマンとかじゃあこっちで行こうとかってはいみたいなこうやるじゃん。で今となって見てるとこいつらもよく分かんないなみたいなっていうなんかリアルなのが、最初はね、そう最初はなんかこうわーって見てたのが、なんかその今となっては同じレベルのやつがそこにいるから、なんかただの人なんだなってなって、なんか良くも悪くも幻想はないよね。すごい人たちなんだけど、ただの人なんだなっていうのすごい近いがゆえに感じる。俺もなんかね、友達がシニマネプリンシパルになってる状態になって、こいつでもできるんだみたいないやもちろん賢いけどね、賢いしちゃんと頑張ってるし、実際パフォームしてるけど、なんかね、そのね、圧倒的にかなわない何かがあるか、根性はあるかもしれないけど、残り続けだからね。その MBB がすごいところは、AC から AP までのその送信する過程の中でいろいろ強制的に学んで成長せざるを得ない環境にいるからこそ、実際彼らの成長ぶりが我らはちょっと今気づいてないっていうところもあるかもしれないけどね。基本的に精神と時の部屋だからね。確かに本当にそうだよな気づいたらご飯みたいなお前スーパーサイヤ人になれるのかみたいな。3年分の仕事を 1年間にぶち込んでそれではまたこういう内容でちょっとオフレコの MBB の話聞きたい方はいいねとチャンネル登録お願いします。それでは次回のオフレコ戦略会議でお会いしましょう。